SCP-990 ドリームマンオブジェクトクラスケテル特別収容プロトコル。現在 SCP-990 を封じ込める方法は見つかっていません。SCP-990 の封じ込め方を思いついた職員は博士に報告してください。誰でもどんな提案でも歓迎します。説明。 SCP-990 は通常冷戦時代のビジネススーツを着た成人男性の見た目をしていて、財団職員の夢を通じて現れます。これまで、財団職員は SCP-990 と現実世界で接触できていません。もし彼が実在する人物だとしても、我々はまだ彼を見つけていません。現在、財団職員以外の人物の夢に SCP-990 が現れたとの報告は上がっていません。SCP-990 は、から財団職員の夢に登場し始めています。数人のエージェントが似たような夢を見たことについて議論したことから、SCP-990 の存在が注目されました。多くの他のエージェントも、SCP-990 の特徴に一致する人物の夢を見たことを報告しました。事案99007が発生するまで、この現象は、正式に SCP に分類されていませんでした。事案記録99007エージェントは勤務時間までに出勤しなかった。代わりに自身の部屋で寝ているところを発見された。何をしても起きることはなく、約18時間眠り続けた。医療隔離室へと搬送された。40時間の睡眠後、非常に動揺した状態でエージェントは起床した。報告によるとエージェントは、世界の終わりだと大声で叫び施設を走り回った。強い鎮静剤を打たれた後も、エージェントのすべての身体機能は危険なほど加速した状態にあった。エージェントは SCP-990 の特徴と一致する男性を証言した。博士の報告によると、エージェントは中央ヨーロッパと東アジアに戦術核ミサイルが撃ち込まれ、最終的には人類の 98% が死に絶え、人間社会が崩壊する様子を事細かに説明した。エージェントはこの情報は夢にとらわれていた間に SCP-990 が教えてくれたものだと主張した。きっかけとなり得る脅威を根絶するために機動部隊が派遣された。部隊は対処に成功し、危機は避けられた。しかし、エージェントは辛労に耐えきれず、ショック時のような症状で死亡した。事案99007以降、SCP-990 は多くの財団職員の夢に現れ、同様の脅威を発生させています。まだ、事案99007と同規模の事案は発生していません。しかし SCP-990 は、博士の死亡や、原子質イプシロン38の崩壊、そして、を予知しています。規模の大きさにかかわらず、SCP-990 が予言する脅威は、すべて財団当局に報告してください。SCP-990 が夢の中に現れた場合、財団職員は自由に SCP-990 と会話を行い、SCP-990 自身に関する情報を集めることが奨励されています。加えて、SCP-990 が現実世界に存在するものなのか否か判明できたものには、博士から多くの報酬が与えられます。文書99002以下は、博士が SCP-990 に対して行ったインタビューです。博士が起床するまで、このインタビューは記録されていませんが、彼の記憶は非常に正確なため信頼性があります。あなたの名前は、君は私に質問しに来たのかな？その通り。問題ないかな？そうか。では楽しもうか。あなたの名前を教えてくれ。トニーなんてのはどうだい？トニー？あなたの名前はトニーというのか？人には自分が呼ばれたい名前を名乗る権利があると思うよ。よくわかった。トニーと呼ぼう。気が変わった。リチャードはどうかな？私は良いと思う。リチャードにしよう。それで、次の質問は何かな？なぜあなたは財団職員に脅威を与えるんだ？脅威？誰が脅威を与えてるんだ？あなたは、世界の崩壊を含む、財団が関係する多くの不吉なことを予言してきた。それで、実際に、何らかの害があったのかい？あなたがエージェントを殺している。博士、君は私のことを誤解しているよ。
誤解？私は、ここでは悪い人間じゃない。悪い人間がいるとは知らなかったな。それがいるのさ。誰だ？ SCP。その故障の SCP は今いないし、しばらくはいないだろう。ああ、もちろんいない。彼女は、まだ生まれてすらないからね。まして、君の財団が獲得しているわけがない。それは、また別の予言か？君の目覚まし時計の音だね。この時、博士は時計のアラームに起こされ、すぐにインタビューについて書き起こしました。